厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はオーストリア・ウィーンの作曲家フランツ・ペーター・シューベルトをご紹介します。シューベルトは交響曲やピアノ曲、室内楽曲など様々なジャンルに名曲を残した作曲家ですが、中でもリートと呼ばれるドイツ語の歌曲は史上最高と言われ、シューベルトはリート王、歌曲王と呼ばれています。今日はシューベルトの名曲をたくさん聴きながら、その激動の人生をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。シューベルトは1797年、オーストリア・ウィーンの住宅街に生まれました。この時代のウィーンでは、校長の免許があれば、私塾のような学校を経営することができました。シューベルトの父、フランツ・テオドールもそんな校長の一人で、住居の1階部分を小学校にして経営していました。シューベルトの両親は14人の子供に恵まれましたが、その多くは幼少期に亡くなり、成人した兄弟はシューベルトを含め5人だけでした。父は残った子供たちを立派な教師に育てたいと考え、自分の経営する小学校で丁寧な教育を施しました。シューベルトも6歳から小学校に入学し、それと同じくして音楽教育もスタートしたのです。シューベルトはバイオリンを父に、ピアノを一番上の兄イグナーツに学びました。幼いシューベルトはすぐに音楽の才能を発揮し、父や兄に教えられることはなくなってしまいます。そこで翌年からシューベルトはオルガニストのホルツァーにオルガンや歌唱法、音楽理論などを教わるようになります。ホルツァーもシューベルトの才能に驚き、涙を流しながらシューベルトの父にこう話したと言われています。こんな生徒は今まで一度も教えたことがありません。何か新しいことを教えようとしても、彼はもうそれを知っているのです。だから私は彼には何のレッスンもせず、ただおしゃべりしたり驚いていたのです。特にシューベルトの歌の才能は並外れていました。そして11歳の年には宮廷礼拝堂聖歌隊の一員となったのです。宮廷礼拝堂聖歌隊というのは現在のウィーン少年合唱団の原点で、15世紀末にウィーンの宮廷礼拝堂のために作られた変世紀前の少年たちによる少数精鋭の聖歌隊です。この聖歌隊に入ると奨学金でギムナジウムと呼ばれる学校に通うことができました。寮生活を送りながらギムナジウムで最高の教育を受けることができたため、教師の父親も大喜びでした。シューベルトはこの学校生活で言語や文学、歴史や数学など高い教養を身につけ、歌唱やピアノ、バイオリンといった専門的な音楽教育も受けました。寮生だけで編成されたオーケストラでは第2バイオリン奏者として参加し、シューベルトは豊かな音楽経験を積んでいきます。特に音楽の成績は常に良く、12歳の時には表彰もされました。さらに14歳になると宮廷音楽博がシューベルトの音楽教育には特別な配慮をせよと指示を出しました。これによってシューベルトは宮廷オルガニストのルジツカから通奏低音やピアノ、ビオラやチェロなどの特別授業を受けることができたのです。さらには宮廷楽長のサリエリから作曲の個人レッスンを受けるという超特別対応を受けました。才能あふれるシューベルトは寮のオーケストラの副指揮者にもなりました。記録によるとシューベルトが16歳の頃に作曲したこちらの交響曲第1番もこの寮のオーケストラで私的に演奏されたそうです。シューベルトがこの生活で得たのは音楽の経験だけではありませんでした。この寮ではギムナジウムの生徒だけではなく、ウィーン大学の学生たちも生活していました。シューベルトは寮のオーケストラを通じて様々な年齢の友人たちと交流を深めていったのです。こうしてシューベルトはどんどんと音楽にのめり込んでいきました。そして学業をおろそかにするようになり、成績は落ちていきました。シューベルトを教師にしたいと考えていた父は、シューベルトの成績不振を許しませんでした。
シューベルトは作曲に必要な五線譜を買うお小遣いももらえなくなります。しかしこれを見かねた友人たちがシューベルトにこっそり五線譜をプレゼントしてくれたのです。シューベルトはその五線譜を使い新曲を作っては友人たちに弾いて聴かせたそうです。この寮生活を共にした友人たちはその後もシューベルトの生涯を通じてかけがえのない存在となりました。順風満帆に見えたシューベルトの人生に不幸が訪れたのは15歳の時でした。愛する母が亡くなってしまったのです。そしてそのおよそ1ヶ月後には変声期を迎えてしまい、シューベルトは聖歌隊から除籍となってしまいます。さらに翌年の16歳の時にはとうとう数学で落第点を取ってしまいました。特別待遇で何とか進級でき、奨学金も認められることになったのですが、シューベルトはこれを辞退し退学してしまいます。寮を出たシューベルトは父と父の再婚相手の住む家に戻りました。そして父に言われるままウィーン市内の師範学校に入学します。17歳で卒業し、父の学校で補助教員を務めますが、教員の仕事に興味のなかったシューベルトは全く身が入りません。徐々に父との関係も悪化していきました。しかし音楽は別でした。同じ年、シューベルトは教会で自作のミサ曲を公開演奏する機会を得たのです。演奏は素晴らしく、これには不仲だった父も大喜びし、ピアノをプレゼントしてくれました。そしてその3日後に作曲されたのがこちらの名曲です。この糸を紡ぐグレートヘンはドイツの詩人ゲーテの詩を用いた最初のドイツ語歌曲リートです。このリートはこれまでの歌曲とは違う画期的なものでした。ゲーテの詩の内容を写実的に表す伴奏やリズム、心の揺れを表す和音や感情の変化を表現する旋律など、これまでの歌曲とは一線を画す表現力の高さでした。後にこの曲が作曲された10月19日はリートの誕生日と呼ばれるまでになりました。この作品の完成以降、シューベルトは作曲に打ち込むようになります。そして翌年の18歳の年に2つの有名なリートも生まれています。一つがこちらのノバラです。Sein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenschön, lief schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.そしてもう一つがこちらの魔王です。才能あふれるシューベルトを音楽の道に進ませたのは友人たちでした。19歳の年、シューベルトはついに父の家を出て友人シュパウンの下宿先に転がり込みます。シュパウンをはじめとした友人たちはシューベルトの音楽の素晴らしさをよく知っていました。そして糸を紡ぐグレートヘンや魔王をゲーテ歌曲集としてまとめ出版しようと考えたのです。出版にはゲーテの許可が必要でした。シュパウンは手紙を添えてシューベルトの楽譜をゲーテに送ります。
しかしゲーテは返事なしに楽譜を送り返してきたのです。理由は様々に言われていますが、多忙なゲーテは無名の作曲家の作品に目を通す時間がなかったという説が有力のようです。しかし友人たちはこれにめげず、翌年また出版を計画します。今度は当時のヨーロッパ最大の楽譜出版社宛てに楽譜を送ります。しかしこちらも無言で返されたのです。理由は出版社の勘違いによるものでした。出版社はフランツ・シューベルトという名前を見て、ドレスデンにいた同名の作曲家と勘違いしたのです。出版社がドレスデンのシューベルトに確認すると、作曲家は自分の名前を語られたと憤慨し、結果出版には至らなかったのです。シューベルトに転機が訪れたのは20歳の頃でした。シュパウンから紹介された友人のショーバーがフォーグルという当時花形の宮廷歌手と引き合わせてくれたのです。フォーグルは引退を控えていたので、最初は若い作曲家に関心を示しませんでした。しかしシューベルトのリート作品を聴くうちに、いつの間にかその音楽の虜になっていました。シューベルトがフォーグルと出会った時に書かれたのがこちらの名曲です。In einem Bächlein helle, da schoss in froher Eil die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu.フォーグルはシューベルトについてこう話すようになります。シューベルトの天舞の際の前には、私たち全員が頭を下げなければなりません。もし彼が来ないなら、私たちがひざまずいて彼のもとへ這っていかねばなりません。実際この5年後に宮廷歌手を引退したフォーグルは、シューベルトのリートに専念し没頭したのです。身の回りの多くの人々に理解されつつも、世間にはなかなか音楽家として名を馳せられていなかったシューベルトでしたが、21歳の時に初めて有料の公開演奏会を開くことができました。この年からシューベルトは本格的に音楽家の道に進むことになります。とはいえ、初めから作曲家をメインとして活動するわけではありませんでした。まずは名門エステルハージ家の音楽家庭教師として当時のハンガリー、現在のスロバキアの都市ジェリズに赴任します。父からの自立と教員の仕事からの決別でシューベルトは幸せを感じていました。さらにはこのジェリズでシューベルトにとって素晴らしい出会いがありました。一人がハイバリトン歌手のシェーンシュタイン男爵です。シェーンシュタイン男爵はイタリア音楽を歌ってきた歌手でしたが、シューベルトのリートに魅了され、それ以降シューベルトのリートばかりを歌うようになったのです。後にシューベルトがシェーンシュタイン男爵に送ったのがこちらの名曲です。Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern.Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, ihm niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern.もう一つの出会いは教え子でもあるエステルハージ家の下の娘カロリーネとの出会いでした。シューベルトはカロリーネに恋をします。ある日カロリーネがシューベルトに冗談交じりで、あなたからまだ曲を捧げてもらってないと言うと、シューベルトはこう答えたそうです。どうしてですか？すべての曲はあなたに捧げられているのに。身分違いの恋は実りませんでしたが、この頃のシューベルトはカロリーネにピアノを教えるためにピアノ曲やピアノ連弾曲を多数作曲しています。秋になりシューベルトはジェリズからウィーンへ戻ります。22歳頃には少しずつではありましたが、ウィーンの音楽界でもシューベルトの名前は知られてきました。そしていよいよシューベルトはオペラの作曲に力を入れることにします。
当時のヨーロッパではオペラをかける作曲家が一流とされていたことに加え、人気の高いオペラで成功することができれば有名になりやすく収入も大きかったのです。シューベルトのオペラはフォーグルをはじめとする仲間たちの後押しがあり、いくつか上演され、結果もまずまずでした。また24歳の年にはかつてフォーグルと引き合わせてくれたショーバーがシューベルトを囲むサロンを開催してくれました。サロンとは当時の上流階級で流行していたお茶会のことで、自宅に文化人や芸術家を招いて情報交換をしたり芸術を楽しんだりする場でもありました。ショーバーの一家は全員がシューベルトの大ファンだったため、シューベルトの音楽を中心にしたサロンを開催することにしたのです。このサロンはシューベルティアーデと呼ばれ、ショーバー家以外でも頻繁に開催されるようになっていきました。さらにはついにこの年、シューベルトの楽譜出版が実現しました。ゾン・ライトナーやヒュッテンブレンナーといった友人たちが資金を集め、自費出版をしてくれたのです。シューベルトは穏やかでおおらかな性格で人付き合いも良く、多くの友人たちに理解され愛されていました。この出版は順調にいきましたが、シューベルトは交渉があまり上手ではありませんでした。さらには人付き合いの良さから散財したり、友人の支払いを肩代わりするという生活をしていたため、シューベルトの経済状態が安定することはありませんでした。シューベルトの健康に陰りが見え始めたのはわずか25歳の時でした。梅毒を発病してしまったのです。当時梅毒は不治の病と言われていました。ここからシューベルトの病との戦いが始まるのですが、一方で嬉しいこともありました。26歳の年にシュタイヤーマルク音楽協会の名誉会員に選ばれたのです。シュタイヤーマルク音楽協会の会長は出版にも協力してくれた友人ヒュッテンブレンナーで、シューベルトはまたもや友人の強力な後押しでこの名誉を手にしたのです。シューベルトはこれにとても感謝し、まだ作曲途中だったこちらの名曲を返礼として贈りました。しかしシューベルトの健康状態は改善しませんでした。総合病院に入院することになり、本格的な治療をスタートさせました。シューベルトは2ヶ月ほどで退院し、フォーグルと共に転地療養を兼ねてオーストリア各地を巡りました。しかし帰る頃にはまた症状が悪化してしまいます。一時はベッドから出られない状態にまでなってしまいました。それでも治療の甲斐もあって徐々に症状は和らいでいき、27歳を迎えた頃にはようやく平常通りの生活ができるようになりました。そしてこの年は室内楽曲の年と呼ばれるほど、シューベルトは多数の室内楽曲を書きました。中でも特に有名な作品が2つあります。一つが弦楽四重奏曲第13番ロザムンデです。
室内楽曲は円熟した作曲家が手掛けるジャンルとされていました。このロザムンデは作曲されてすぐに演奏され、およそ半年後には出版もされたため、シューベルトが一流の作曲家として認められるきっかけになりました。そしてもう一つの名曲が弦楽四重奏曲第14番死と乙女です。28歳の年には毎週のようにシューベルティアーデが開催されるようになりました。肖像画も発売され、シューベルトの知名度は上がり、ウィーン学友協会の補欠理事にも選ばれました。その返礼として翌年贈られた作品がこの交響曲グレートではないかと言われています。さらに29歳の年にはこちらのピアノソナタも出版しました。シューベルトの勢いはとどまるところがありませんでした。およそ1ヶ月後にはこちらのリートも出版されます。こうして作曲活動はうまくいくようになりましたが、なかなか安定した職には就けませんでした。この年、宮廷副学長に応募しますが落選してしまいます。さらにケルントナートア劇場の副指揮者にも応募しますが、こちらも落選。そのためシューベルトは友人たちに囲まれたシューベルティアーデを中心とした生活を送っていたようです。この歌曲集を書いた30歳の年、シューベルトは死の床にあったある作曲家の見舞いに行きました。その作曲家はヨーロッパ中の作曲家の目標でもあり、同時に高い壁としてそびえ立っていたベートーベンでした。シューベルトも二回り以上年上のベートーベンを敬愛していました。一方のベートーベンも秘書を通じてシューベルトの作品を知っていたようです。シューベルトのリートを見たベートーベンはこう話したと言われています。
シューベルトには神の火花が宿っている。間もなくしてベートーベンが亡くなると、シューベルトはベートーベンの葬儀に松明を持って参列しました。葬儀の後、友人たちと居酒屋に向かったシューベルトは、我々の不滅のベートーベンを偲んでと言って乾杯したそうです。そしてそこから精力的な創作活動が始まりました。まずはこちらの即興曲が作曲され、年末に出版されました。またこちらの即興曲も年末に作曲されました。そして翌年にはこちらのピアノ曲も完成させます。これら2つの即興曲と楽曲の時は自由な形式で人間の内面の表現を試みた作品で、古典派の巨匠ベートーベンの亡き後、シューベルトがロマン派の幕開けを担ったと呼ばれる名作でもあります。シューベルトはこの31歳の春、初めて作曲リサイタルも開催しました。この頃にはシューベルトの作曲の才能は多くの人の知るところになっていて、今後のさらなる活躍が望まれていました。その期待に応えるかのように、夏にはこちらの名曲も作曲しました。Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den stillen Hain hernieder, Liebchen, komm zu mir. しかしそんなシューベルトに確実に病魔は忍び寄っていました。体の不調を感じるようになったシューベルトは兄フェルディナントの家に移り住みます。体力は少しずつ衰え、病気がちになりました。それでも創作意欲は高く、10月には徒歩で旅行ができるほどの体力は持ち合わせていました。11月に入ってからも兄フェルディナントの作ったレクイエムを聴きに行ったり、フーガのレッスンを受けに外出したりという機会もありました。11月11日にはまたベッドから出られなくなってしまいますが、シューベルトの意識ははっきりしていて、冬の旅の第2部の構成をしたり、音楽について語らったりと、いつも通りの様子だったそうです。容体が大きく変わったのは16日以降のことでした。腸チフスの発病を診断され、衰弱し、ついに意識はなくなってしまいます。そして11月19日の午後、シューベルトはたったの31歳でその人生に幕を下ろしたのです。
シューベルトの葬儀は2日後に執り行われ、一度埋葬された後、兄フェルディナントの意見によりヴェーリング墓地に移送されることになりました。その場所は現在シューベルト公園と呼ばれ、生前のシューベルティアーデのようにシューベルトの周りにウィーンの人々が集まる場所となっています。ここまでシューベルトの人生と名曲について紹介してきましたが、いかがでしたか？今日の動画をお楽しみいただけた方はぜひグッドボタンを押してください。この作曲家紹介シリーズはこれまでにもたくさん出していますので、ぜひ再生リストからご覧ください。そして感想はぜひコメントでお寄せくださいね。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時にクラシック音楽を楽しむ入り口となる動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団や演奏家の紹介や有名曲の解説などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！